山田幸子、32歳。夫の悟と2歳になる長男健太との3人暮らし。半年前、夢だった新築マンションに引っ越した。日当たりの良いリビング、近くの公園から聞こえる子供たちの声、すべてが輝いて見えた。しかし、その安らぎが天井から響く不協和音によって蝕まれるのに、そう時間はかからなかった。原因は上階の住人、木村だった。深夜12時を過ぎても鳴り響く重低音の音楽、友人たちを招いての宴会騒ぎ、ドスドスと床を踏み鳴らすような足音。健太、大丈夫だよ。幸子はその度に目を覚まして泣き叫ぶ健太を抱きしめ、ただ朝が来るのを祈るしかなかった。夫の悟も連日の寝不足で目の下のクマが濃くなり、食卓での会話もみっきり減ってしまった。またかという悟のため息が幸子の胸を締め付ける。最初は若い人だしたまには仕方ないかと我慢していた。しかし騒音は毎晩のように続いた。週末はさらにひどくなる。幸子は自分が神経質すぎるだけなのかと自分を責めそうになった。ママ友に相談しても、うちも上の階うるさいよと軽く流され、その悩みの深刻さは誰にも伝わらない。幸せになるために買ったはずのマイホームが、ゆっくりと家族を蝕む檻に変わり始めていた。幸子は藁にもすがる思いで管理会社に電話を入れた。受付の女性は丁寧な口調だったが、その内容はどこか他人事だった。騒音問題ですね。承知いたしました。注意喚起文を掲示板に貼っておきますので。数日後、エントランスの掲示板には、住民の皆様へと題された当たり障りのない文章が貼られただけ。木村の騒音は一向に改善しなかった。再度、管理会社に電話する。今度は少し年配の男性担当者が出た。山田様、何度もご注意はしているのですが、これ以上は私方も住民間のトラブルには深く介入できかねますので。ですが、子供が眠れていないんです。夫も体調を崩していて。お気持ちはわかりますが、お子様の泣き声がうるさいというご意見も他の方からいただいておりまして。耳を疑った。幸子は社会というシステムの最初の扉が目の前で静かに閉じられたような無力感に襲われた。最初の頼みの綱は雲の糸よりも細く頼りなかった。もう俺が直接言いに行く。ある週末の深夜、ついに耐えかねた悟が険しい顔で立ち上がった。幸子は不安を覚えながらも夫を止めることはできなかった。悟が上階の扉をノックすると、中から不機嫌そうな顔の木村が現れた。悟が深夜の騒音で子供が眠れないんです。もう少しだけご配慮いただけませんかと丁寧に伝えると、木村は鼻で笑った。は？うるせえのはそっちだろう。ガキの夜泣きの方がよっぽどうるせえよ。俺は普通に生活してるだけだ。迷惑だってんならお前らが出ていけ。怒鳴りつけられ、悟は何も言い返せずに引き下がった。その日を境に木村の行動は報復へと変わった。深夜の音楽に加え、わざと床を強く踏み鳴らす音や壁を蹴るような音が断続的に響くようになった。夫の悟が逆ギレされて以来、木村の嫌がらせはさらに露骨になった。深夜の騒音だけでなく、幸子がベランダに洗濯物を干していると、上からわざと布団を叩く音が聞こえ、埃が舞いてくる。悟がゴミを出しに行くと、廊下ですれ違いざまにわざと肩をぶつけてくる。幸子の精神は限界に達していた。ある夜、健太がようやく寝ついた深夜1時、天井からまるで工事現場のようなドリル音が響き渡った。健太は火がついたように泣き叫ぶ。幸子は震える手で
110番通報をした。しばらくして2人の若い警察官が訪ねてきた。彼らは幸子の総称しきった顔を見て親身に話を聞いてくれた。お気持ちは分かりますが、事件性がないと我々もすぐには、いわゆる民事不勧誘というものでして。ですがこれはもう嫌がらせです。生活ができないんです。幸子の必死の訴えに豚長の警察官はうなずき、分かりました、一度上の方にお話を伺ってきますと言ってくれた。警察官が木村の部屋を訪ねて注意をしてくれた。その間音はピタリと止んだ。木村さんは、友人が来ていて少し騒がしくなったかもしれない、今後は気をつけると話していました。これで少し様子を見ていただけますか。警察官の言葉に幸子はわずかな望みを抱いた。しかし彼らが帰ってからわずか10分後、天井から聞こえてきたのは、さらに大きくなった音楽と床を何度も強く踏み鳴らす嘲笑うかのような足音だった。幸子は警察という第2のドアもまた自分たちを守ってはくれない現実を絶望とともに突き詰められた。社会の誰もが自分たちを守ってくれない。もう引っ越すしかないの。悟の力ない言葉に幸子は唇を噛んだ。違う。ここで逃げたらどこへ行っても同じことの繰り返しだ。絶望の淵で彼女は最後の力を振り絞り、ネットで騒音トラブル解決策と検索した。そこで彼女は初めて弁護士という選択肢にたどり着く。無料相談の予約を取り訪れた事務所で、弁護士の田中悟は幸子の話を一切遮ることなく、静かにしかし真剣に耳を傾けた。幸子はこれまでの経緯、管理会社や警察の対応、そして家族の苦しみを涙ながらに語った。すべてを話し終えた幸子に田中弁護士は静かにしかし力強く言った。山田さん、あなたは一人ではありません。そしてあなたは何も間違っていません。法律はあなたのような方の平和な生活を守るためにあります。その言葉に幸子の目から張り詰めていた緊張の糸が切れたように涙があふれた。ここからは私と一緒に戦いましょう。法的な選択肢を段階的に講じていきます。田中弁護士は具体的な指示を出した。法廷で戦うには客観的な証拠が必要です。感情ではなく事実を記録しましょう。幸子はその日から心を鬼にして証拠集めを始めた。幸子は田中弁護士の指示通り1ヶ月間地道に騒音の記録を続けた。夜中の騒音が聞こえてくるとスマホの騒音測定アプリを起動し、その音量を測定。同時にノートに日時、内容を克明に書き記す。隣で寝ていた健太が騒音で目を覚まし泣き始めるたびに、幸子の心に負けてはいけないという決意が募っていった。管理会社や警察とのやり取りも全て時系列で整理した。夫の悟も幸子の変化に気づき協力してくれるようになった。僕も寝不足で体調を崩した時の診断書を取ってきたよ。幸子は家族の支えを強く感じた。1ヶ月後、分厚くなった記録ノートと録音データを手に、幸子は再び田中弁護士の元を訪れた。十分な証拠です。まず、内容証明郵便で警告しましょう。これは我々の最後通告です。弁護士が作成した書面には、これまでの騒音の記録、それが受任限度をはるかに超えていること、そして損害賠償を求める旨が法的な根拠とともに淡々と記されていた。しかし、木村は反省するどころか激怒した。下の住人が弁護士を使って脅してきたと管理会社に嘘の報告をする。数日後、
幸子のもとへやってきた管理会社の担当者は信じられない言葉を口にした。山田さん、あまりことを荒立てないでいただけませんか。木村さんも反省していますし、他の方のご迷惑にもなりますので。なんと木村の嘘を鵜呑みにし、被害者である幸子を責め始めたのだ。幸子は完全に孤立した。もう直接交渉の段階は終わりました。民事調停に移りましょう。田中弁護士の言葉に幸子はうなずいた。1回目の調停、木村は悪びれもせず出席し、騒音なんて出してない、証拠なんてないだろうと嘘を並べ立てた。調停委員も困惑し、話し合いは平行線のまま不調に終わる。幸子はもうダメかもしれないと打ちひしがれたが、田中弁護士は言った。大丈夫です。相手の不誠実な態度はむしろこちらに有利に働きます。次で決めましょう。2回目の調停。木村はまだ自分が有利だと鷹をくくっているのか、腕を組みふてぶてしい態度で椅子に座っていた。田中弁護士はそんな彼を一別すると、静かに調停委員に向き直った。では始めさせていただきます。田中弁護士はまず幸子が記録した分厚い騒音ノートを提示。木村はただの日記だろと鼻で笑う。次に管理会社とのやり取りの録音、警察への相談記録を提出。木村は必死だなぁと嘲笑を笑う。そして田中弁護士はヘッドホンを取り出し、調停委員に言った。では実際の騒音をお聞きください。再生ボタンが押される。静まり返った調停室に深夜に響き渡る重低音の音楽と複数の男女の奇声が響き渡った。スマホで測定したデシベル値も規制基準を優に超えている。調停委員の眉間に深いシワが刻まれた。木村の顔から余裕の笑みが消える。木村さん、あなたがただの生活音だと主張する騒音ですが、こちらが記録したデータによれば、深夜帯に複数回、各自治体の条例が定める騒音の基準値を超えています。これは社会生活上の受人限度を明らかに超える不法行為に該当し得るものです。ここからが木村の往生際の悪いあがあきだった。これは捏造だ。合成音声に決まってる。木村は机を叩かんばかりの勢いで叫んだ。だいたいこんなものを記録してるなんてストーカーじゃないか。プライバシーの侵害だ。異常なのはそっちの方だろう。幸子の心が一瞬揺らぐ。しかし田中弁護士は表情一つ変えず、冷静に、そして冷たく言い放った。捏造ですか。この音声データには録音日時や位置情報を示すメタデータがすべて記録されています。これらの録音録画データは字面の生活を守るための正当な証拠保全活動として記録したものであり、警察や裁判所といった適切な機関にのみ提出します。田中弁護士はそこで一度言葉を切り、次の証拠を提示した。そしてこちらが管理会社の担当者との会話記録です。再生された音声には幸子を責め立てる管理会社の声がはっきりと残っていた。木村さん、あなたは管理会社に下の階の子供がうるさいと虚偽の報告までしていますね。同席していた管理会社の担当者がさっと顔を青くする。そして田中弁護士は最後の、そして最も重い一撃を放った。このまま調停が不調に終わる場合、我々は民事訴訟へ移行することを検討します。その際は木村さん個人だけでなく、管理規約上の是正措置義務の履行状況を踏まえ、管理会社様の責任についても主張の対象とすることを視野に入れております。
訴訟。その言葉が木村の最後の強がりを打ち砕いた。調停委員の一人が厳しい口調で木村を諭す。木村さん、もうおやめなさい。これ以上は見苦しいですよ。証拠は明白です。これ以上不誠実な態度を続けるのであれば、我々としても裁判官にその旨を報告せざるを得ません。四面楚歌、公的な場での断罪、動かぬ証拠、そして訴訟という現実。木村の顔は蒼白になり、額には油汗が浮かんでいた。彼はがっくりと肩を落として小さな声でようやくこうつぶやいた。申し訳ありませんでした。その声はもはや何の力も持っていなかった。最終的に以下の内容で合意が成立した。騒音・嫌がらせの完全停止、これまでの精神的苦痛に対する解決金として10万円を支払うこと、管理会社からこれまでの不適切な対応に対する正式な謝罪文を受け取ること。裁判所を出る幸子の足取りは驚くほど軽かった。長い戦いがついに終わったのだ。その夜、幸子一家のマンションには信じられないほどの指示役が訪れていた。健太は久しぶりにぐっすりと眠っている。悟も穏やかな寝息を立てていた。幸子は静かなリビングで温かいコーヒーを入れた。天井からもうあの忌まわしい騒音は聞こえてこない。当たり前だったはずの指示役がこれほどまでに尊いものだとは。彼女は諦めずに戦い抜いた自分を少しだけ誇らしく思った。法律は決して遠い存在ではない。それは私たちの日常と平和を守るための最後の、そして最も強力な砦なのだ。幸子は窓の外に広がる夜景を見つめながら静かに微笑んだ。マンションの騒音トラブルから家族を守る3つの鉄則。幸子さんの長い戦い、いかがでしたでしょうか。騒音トラブルが辛いのは終わりが見えない孤立感に苛まれるからです。しかし正しい手順を踏めば必ず道は開けます。もしもあなたが騒音トラブルで悩んだら、この3つのステップを思い出してください。ステップ1、記録する。あなたの証拠が武器になる。騒音のいつ、どんな音、どれくらいをメモしましょう。スマホの騒音測定アプリの値はあくまで参考ですが、補助的な証拠として有効です。自分の身を守る目的でスマホで録音することも忘れないでください。感情ではなく事実を集めることが第一歩です。ステップ2、相談する。一人で抱え込まず味方を見つける。まずは管理会社へ。マンション管理規約何条の迷惑行為の禁止などを根拠に是正を求めましょう。動かなければ緊急性のない警察相談ダイヤル#9110や自治体の環境保全課へ。それでもダメなら弁護士の力を借りましょう。あなたは一人ではありません。ステップ3、法律を使う。調停で平和を取り戻す。最終手段は裁判所での調停です。弁護士と集めた証拠、必要であれば体調不良を証明する医師の診断書も法的に解決を目指しましょう。泣き寝入りせず、あなたの権利を守りましょう。あなたの平和な生活は法律によって守られるべき権利です。この3つのステップをもしもの時のお守りにしてくださいね。本動画は特定のケースを元にしたフィクションです。専門的な法的助言や解決を保証するものではありません。実際のトラブルは
必ず弁護士等の専門家へご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。